分類軸を混ぜない AI データセンターの話を追うと、FROLPOCPO、シリコンフォトニクスビクセル DML と似た言葉が一度に現れます。今日はこれらを光が通る順番にほどいていきます。重要なのは、信号処理、実装1、レーザー方式という異なる分類軸を混ぜないことです。そこから始めれば、全体像は驚くほど整理できます。まず箱の中を見ます。送信側は ASIC の電気信号をレーザーや変調器で光へ変え、受信側はフォトダイオードと TIA で光を電気へ戻します。光トランシーバーは、送信と受信を一つのモジュールへまとめた、電気と光の翻訳機です。高速化の敵は、経路全体にいる。速度が上がると、PCB 損失、コネクター反射、クロストーク、レーザー温度、受信雑音が同時に効きます。レーザーだけ速くしても解決しません。つまり問題は部品1個ではなく、ASIC からファイバーまで続く1本の信号経路なのですね。FRO、フリーリタイムドオプティクスでは、モジュール内の DSP と CDR が崩れた波形を保証し、クロックを再生して、信号を作り直します。全面モジュールの中に信号を整える小さな中継所が入っているわけです。FRO は交換しやすく、異なるベンダーや基板でも性能を合わせやすい。一方で DSP が電力、熱、遅延、コストを増やします。省電力では不利でも、保守性と総合要請、責任分解の明確さは非常に強い。消え去る方式ではありません。交換性を残し、DSP を外す。LBO は全面プラガブルの形を残しながら、モジュール内の DSP と CDR を外します。故障はホスト ASIC の強いサーデスへ寄せるのですね。そうです。ただし、イーサネット PCs や FEC まで消えるわけではありません。なくすのは、主に控えモジュール側のリタイミングです。LPO は低電力、低遅延、低コストを狙えます。しかし、ASIC、PCB、コネクター、飛行モジュールが一つのアナログ経路になり、温度と部品ばらつきが累積します。モジュール単体ではなく、組み合わせ全体を認証する難しさが増えるのですね。NBO は光エンジンを ASIC のすぐ近くへ置きますが、パッケージは別です。高速電気配線を短くしつつ、個別検査や交換の余地を残します。CPO へ一気に進む前の妥協ではなく、ぶどまりと保守性を重視した、独立した選択肢です。CPO は ASIC と光エンジンを共通パッケージやインターポーザへ載せます。電気配線をパッケージ内まで短縮し、帯域密度と電力効率を上げます。その代わり、故障した光エンジンだけを簡単に抜くことは難しくなります。境界は単純な距離ではなく、パッケージを共有するかどうか、NPO は別パッケージ、CPO は共通パッケージという整理です。近いか遠いかだけで呼び分けると、製造責任や交換性の違いを見失います。光接続の本質は、高速電気配線を短くすること。プラガブル、NPO、CPO へ進むほど電気配線は短くなります。ただし交換性は下がり、実装とぶどまりの責任は重くなります。CPO でもレーザーは外部 ELSFT へ出せます。熱源から離し、寿命部品だけ交換する設計も可能です。DFB レーザーはインジウムリン基板上の活性層で光を増幅し、ドーザルに作った周期的な解説格子で波長を選びます。DFB は用途名ではなく波長選択構造です。直接変調、CW 光源、EML のレーザー部として使えます。格子で反射した光は、条件の合う波長だけが同位相で強め合います。発信波長は、主に有効屈折率と格子周期で決まります。細い単一波長を選べるから、WDM で複数波長を並べられるのですね。EML は DFB レーザーと EM 変調器を一つのインジウムリンチップへ集積します。レーザーが連続光を作り、EM が電圧で透過量を変えてデータを載せます。テイチャープ、後小光比で、数百メートルから数キロの高速プラガブルに強い方式です。一体化は光学系を簡潔にしますが、DFB と EAM を同時にパーソナライズしなければなりません。片側が不良でも、チップ全体が不良です。高性能と引き換えに、再成長、電気分離、同アロ接続、温度整合の難しさが集まります。この全体図では、DFB 部が安定した光を作り、EAM 部が高速信号を刻み、そのままファイバーへ出しています。レーザーと変調器が一つなので、モジュール設計を比較的まとめやすいことが EML の強みです。内部では DFB の MQW、EAM の吸収層、両者をつなぐ導波路、電気的な分離領域を1枚のインジウム輪状へ作ります。同じ材料系でも発光に最適な構造と吸収に最適な構造は違う。そこが投稿の難所です。電流で DFB を CW 発光させ、電気信号で EAM を駆動し、明暗へ変換してファイバーへ送る。役割の流れが1枚で見えます。200G パーレーンでは
EM の帯域だけでなく、ドライバーと電極の規制も含めた設計が必要です。EML は高速、長距離、高信頼のバランスが良く、BR や FR のプラガブルで有力です。8本の 200G レーンなら 1.6T を構成できます。ただし原則としてレーンごとに EML が必要なので、レーン数と光源数は連動します。再成長、端面形成、コーティング、バーンインまで進んでから完全な光学性能がわかる。この遅い不良発見が EML のコストを押し上げます。設計が完成しても、量産部止まりと検査能力が供給量を決めるのですね。発光はインジウムリン、光回路はシリコンフォトニクス、免気処理は CMOS、こちらは光源と変調を分離します。CW インジウムリンレーザーが一定光を供給し、シリコンフォトニクスチップが分配、変調、過調相場を担当します。シリコンは光回路には優れますが、効率よく発光できません。そこで材料ごとに仕事を分けます。インジウムリンは高品質な光を作り、シリコンフォトニクスは光を分け、位相や強度を変え、マックスでまとめます。CMOS はドライバーや制御を担います。一つの材料で全てを作るのではなく、それぞれの得意分野を接続する方式です。少数の高出力レーザーを複数レーンで共有し、200G や E100G パーレーンへ変調器を伸ばし、WDM で1本の SMF へまとめられます。少ないファイバーで遠くまで大帯域を運べることが、CPO だけでなく、プラガブルでもシリコンフォトニクスが増える理由です。インジウムリンレーザー、シリコンフォトニクスウェハー、大接合、ファイバー接続、完成モジュールを、それぞれ別の工程で検査します。部品単体が良品でも、接合後の光軸、反射、熱、規制で性能が変わるため、再試験が必要になります。検査対象が増えるだけでなく、システムぶどまりは各工程のぶどまりの掛け算になります。高価な ASIC へ乗せる前にノンルート代を確立できるかが、CPO 量産の採算を左右します。ビクセルは、ウェハー表面へ垂直に発光します。上下の DBR ミラーと、酸化アパーチャで光を閉じ込め、短距離の直接変調に使います。端面を作る前から発光試験でき、二次元アレイへ並べやすいことが大きな違いです。ビクセルは1レーンを極端に速くする代わりに、50G や 100G のレーンを多数並べるワイド&スローへ向きます。低遅延で故障を局所化しやすい一方、レーザー数、ファイバー数、コレクター密度が増えます。ビクセルは多数の光源と MMF で超短距離を並列化します。CW インジウムリンプラスシリコンフォトニクスは少数光源、WDM、SMF でファイバー本数を抑えます。同じ帯域でも幅を増やすか、1レーンと1波長を速くするかの違いです。方式名は同じ分類軸ではない。FRO と LPO は信号処理。プラガブル LPO、CPO は1。ビクセル EML、CW インジウムリンプラスシリコンフォトニクスは光源と変調の分類です。だから、LPO 型シリコンフォトニクスプラガブルや、ビクセル型 NPO のように、異なる軸を組み合わせた製品が成立します。超短距離の多数並列ならビクセル、交換性重視なら FRO や LPO、中距離プラガブルなら EML、高密度と WDM なら CW インジウムリンプラスシリコンフォトニクスが有力です。勝者が一つに決まるのではなく、距離、電力、固守、コストで住み分けます。CW インジウムリンプラスシリコンフォトニクスでは、レーザー、ピック、ドライバー、TIA、受光器、ファイバー、外部光源管理を一つのシステムとして保証します。異種材料と異なる試験方法をまたぐため、単一チップの合否だけでは完成品を保証できません。レーザー単体では、式位置電流、飛行出力、波長、SMSR 輪、線幅、温度特性、戻り光耐性、寿命を測ります。強く光るだけでなく、雑音が少なく、波長が安定し、高温でも壊れないことが必要です。シリコンフォトニクス側では、ドーサル損失、変調器の V π、昇降比、マックス損失、受光感度、クロストーク、カプラー損失を測ります。ただし、ウェハー上の良品判定だけでは、実装後の結合損失と熱応力まではわかりません。良品同士を貼り合わしても、数ミクロンの光磁崩れ、変波、反射、接着応力、熱干渉、電気規制で性能が崩れます。部品試験と完成品試験は、同じ確認の繰り返しではなく、別の故障要因を見る工程です。CPO のぶどまりは、掛け算、各工程が 95% でも、ASIC ピックレーザー、組み立て、ファイバーの5工程をかけると、全体は約 77% です。数10本のファイバーを狭い場所で同時に合わせる工程が、最終ぶどまりを支配し得ます。ビクセルは表面から光るので、ウェハー上で全数発光試験しやすい。一方 DFB、EML、CW インジウムリンは横方向へ光るため、正常な端面が必要です。
材料測定はできても、完成レーザーとしての発信は端面形成後まで確定しにくいのです。メハを場合分け、結晶面に沿って壁解し、ノウハルを横切る端面を露出させて、ようやくレーザーとして本格試験できます。共振基調と端面品質がここで決まり、チッピングや傾きも新しい不良要因になります。端面へ光ファイバーと測定器を合わせ、リブ、スペクトル、SMSR、端面状態、コーティング前後の特性を調べます。メハ試験よりハンドリングが複雑で、自動化の難度と測定時間が増えます。不良発展が遅いほど損失は大きい。不良がわかるまでに、陰重無輪基板、レティ、格子、再成長、連極、ススキ化、敵解という高価な付加価値が積み上がっています。遅い段階で捨てるほど損失が大きい。これが背面発光レーザー量産の本質的なコストです。AR、HR 膜、端面パッシベーション、高出力動作、戻り光、温度サイクル、長時間バーインまで管理して初めて信頼性が見えます。高出力 CW では異常な吸収が局所発熱を増幅するため、設計だけでなく後工程と自動試験が競争力になります。ライトカウンティングの推計では、2025年の光トランシーバーと関連製品は238億ドル、イーサネット向けが約180億ドルで最大です。市場規模は集計範囲で変わるため、イーサネット、AOC、通信向けを分けて見る必要があります。予測では、プラバブルが2030年まで主市場であり続け、CPO はその横で大きな成長領域になります。CPO が伸びてもプラバブルが即座に消えるのではなく、距離と保守要件で並走する構図です。公開ランキングでは、イノライト、イオークトリンク、コヒレント、アクセルインクが上位です。ただしこれは光トランシーバー全体の順位です。特定顧客、特定四半期、1.6T だけの推定と、世界市場全体を混同してはいけません。1.6T 初期量産では中国勢が先行していますが、世界企業別の確定シェアは公開データが限られます。数字そのものより、顧客認証、反復注文、ぶ止まり、増産能力を追うべきです。光の企業は、基板と MOCVD、レーザー、シリコンフォトニクスと ESP、完成トランシーバー、実装とファイバーに分けると見通せます。同じ光関連でも、収益が動く工程と設備投資周期は全く異なります。最上流には AXT、住友電工、GX 金属、ランドマーク、IQE、AIX トロンなどがいます。基板、エピ、装置は完成品メーカーを横断するボトルネックです。一方で輸出許可、顧客認証、設備投資の波を強く受けます。コヒレント、ルメンタム、住友電工は複数方式を持ち、三菱電機や古川電工は EML や CW 光源で存在感があります。方式が一つに決まっていない時期は、製品範囲と量産設備の広さが防御力になります。ブロードコムとマーベルは ASIC やサーデス、DSP を持ち、TSMC、エース、セント、グローバルファウンドリーズはシリコンフォトニクスとコードパッケージを支えます。CPO は光部品だけでなく、ファウンドリーとパッケージ技術の産業でもあります。完成品層ではイノライト、イオークトリンク、アクセルインク、コヒレント、ルメンタム、エアオイなどが、速度、価格、ぶ止まり、顧客認証で競います。量産注文を取ることと、利益を出して反復供給することは別の段階です。ファブリネットやエースは実装と試験、コーニング、フジクラ、古川電工、住友電工はファイバーと接続を支えます。CPO でモジュール数が減っても、精密実装と高密度ファイバーの難度はむしろ上がります。企業を見る場合も、大型プラットフォーム、光デバイス、上流ボトルネック、完成品と実装という役割で分けます。株価の大きさではなく、どの工程の需要とリスクへ連動するかを見るための地図です。ブロードコム、マーベル、TSMC、エース、コーニング、住友電工は、方式が分散しても複数の層へ参加できます。光事業の純度は低くても、特定方式の失敗に耐えやすい大型プラットフォームです。コヒレント、ルメンタム、住友電工は CW、EML ビクセルの複数方式へ関与し、用途文化の中心にいます。設計だけでなく、陰重無輪エピ、壁解、端面膜、知見、顧客認証の蓄積が参入障壁です。陰重無輪基板、エピメハ、MOCVD 装置、レーザー量産は、完成品の企業競争を超えて供給全体を制約します。能力増強には時間がかかり、輸出規制と認証周期にも左右されるため、需要だけ見ても供給量は読めません。中国製新モデルへの規制が実施されれば、非中国の光源、トランシーバー、EMS へ注文が移る可能性があります。しかし ASP 上昇がそのまま利益率になるとは限りません。増産費用、ぶどまり、物品不足、
顧客認証が先に来ます。小型企業は顧客採用1件の影響が大きい一方、量産遅延、増資、希薄化、認証失敗の影響も極端です。技術でも、サンプル、初回注文、還付量産を同じ段階として扱わないことが重要です。交換性重視の FRO、省電力プラガブルの LPO、近接実装の LPO、最大密度の CPO が用途別に競争します。レーザーも、ピクセル、EML、CW インジウムリンプラスシリコンフォトニクスが距離とファイバー構成で分かれます。勝負は設計だけでなく、量産システムで決まる。性能を作る難しさは、エピと格子にあります。しかし利益率と供給能力は、機械、端面、試験、板員認証を含む、量産システムで決まります。光の次の勝者を探すなら、設計図だけでなく、工場のご工程を見なければなりません。公開シェアは、分野ごとに見る。シェアを見る前に分野を決めます。インジウムリン基板、シリコンフォトニクス比率、光転送装置、レーザートランシーバーでは、統計の母集団が違います。公開情報が多い分野と少ない分野を同じ精度で語らないことが重要です。ロイターの2026年6月報道では、AXT と住友電工で世界インジウムリン基板の約 80%、GX 金属が約 10% とされています。AI 鋼接続の最上流が少数企業へ集中し、輸出許可や増産の遅れが全体へ波及しやすい構造です。インジウムリン基板から IT、CW や EML レーザー、トランシーバーへ付加価値が連なります。上流の供給制約は、光源だけでなく、完成モジュール、スイッチ納期、AI データセンター建設へ伝わります。セントが引用するライトカウンティング予測では、シリコンフォトニクス変調器を使うトランシーバー比率は、2025年の 43% から2030年に 76% へ上昇します。これは予測ですが、プラガブルでもシリコンフォトニクスが増える点が重要です。シリコンフォトニクスと CPO は同義ではありません。ファーウェイ、シエナ、ノキアなどの順位は光伝送装置市場です。データセンター用トランシーバーの順位とは別です。装置市場と部品市場を混ぜると、企業の競争位置を誤って読みます。レーザー方式別の厳密な世界シェアは公開情報が少ないため、製品範囲と量産実績から主要企業を見ます。ここでも、主要プレイヤーという整理と確定シェアという主張を分けます。住友電工の見通しでは、データセンター用高チップの構成が EML 中心から CWLT 中心へ移ると予測されています。これは同社の市場見通しであり、世界の確定シェアではありません。予測と実績を分けて表示します。明確なのは、インジウムリン基板、シリコンフォトニクス予測、移動伝送装置のような公開値です。CW、EML、ビクセルの厳密シェアは透明度が低い。数字を見るときは、分野、年度、地域、顧客、出荷数量か売上かを必ず確認します。インジウムリン基板は供給網の出発点ではない。インジウムリン基板が出発点に見えますが、実際にはさらに長い工程があります。アイセーレンの残渣からインジウムを回収し、高純度化して赤リンと反応させ、まずインジウムリン多結晶を作ります。そこから単結晶を育て、切断、検索、研磨、エピ成長を経て、ようやく CW レーザー、EML、受光器へ届きます。1工程でも止まれば、その下流は動きません。インジウムは、主に楕円精錬の副産物です。需要が増えても、インジウムだけを目的に鉱山や精錬をすぐ増やせない点が弱さになります。公開されているレ XT の工程説明では、インジウムリン多結晶 1kg の目安に、高純度インジウム約 0.83 から 0.8 エナ kg、高純度赤リン約 0.29 から 0.30 kg を使います。数値は純度や工程条件で変わります。材料の重量だけでなく、不純物を抑えて単結晶へつなげられる品質が必要です。停止された規制群 NOT イコールインジウムリン許可制の解除。ここは日付を分けてみます。中国は2025年2月4日、リン化インジウム、トリメチルインジウム、トリエチルインジウムと関連技術を輸出管理の対象にしました。一方、2025年10月に発表され、11月の米中合意で停止された追加措置は、主にレアアースなどの別の規制群です。AXT の2025年年次報告でも、インジウムリン輸出に個別許可が必要な状態は続いています。つまり、10月措置の停止と2月からのインジウムリン許可制の解除は同じ意味ではありません。確率ではなく、条件分岐として読む。画像の55、30、15% は公的予測ではなく、元本文が置いたシナリオ比重です。延長、一部延長と個別審査、追加規制の再発動という3つの仮説を比較するための数字です。大切なのは数字そのものより、表向きの合意が伸びても、実務では用途確認、審査時間、許可条件が残り得るという構造です。
したがって将来を断定せず、どの条件へ移ったかを公表資料で更新して判断します。規制が一段上へ行くほど影響は世界へ広がる。中国製インジウムリン基板だけが管理されるケースと、原料のインジウム金属まで管理されるケースでは、影響の地図が変わります。中国製基板だけなら、非中国の基板供給で一部を代替できます。しかし、金属そのものが絞られれば、日本、米国、欧州の結晶成長にも原料不足が届きます。完成基板の国籍だけで供給安全性を判断できない理由です。この会談は実施済みの6段階ではなく、制度上取り得る管理シナリオです。書類確認を増やし、高純度品、企業、用途、数量を順に絞り、国内ではインジウムリンへ加工した上で基板を個別許可する。全面禁輸より細かく調整的、国内の付加価値を残しながら、相手と用途ごとに輸出速度を変えられるわけですね。だから発表文だけでなく、許可件数と審査日数を見る必要があります。同じ比較を地域別に見直します。基板だけなら打撃は中国製基板の利用者へ集中しやすい。金属なら原料在庫が尽きるにつれ、中国外の結晶炉とウェア加工へも波及します。規制の品目名がインジウムリンかインジウムかは、単なる言葉の違いではありません。止まる工場の範囲と、代替に必要な時間を変えます。見るべきは制度名より、許可の実運用。段階的な許可制は、全面停止と全面解除の間を細かく動かせます。審査対象、数量、加工段階、最終用途を変えれば、制度を残したまま流量を調整できます。ただし、この画像は中国政府の確定した実施順を示すものではありません。規制設計を読むための仮説図です。インジウムリンに必要なのは、リンではなく高純度リン。リンと一括りにすると影響を大きく見誤ります。リン鉱石、肥料やリン酸、一般工業用元素リン、半導体用の高純度石リンは、需要規模も純度も別の市場です。インジウムリンで重要なのは、最下流の小さな高純度セグメントです。酸素、硫黄、炭素、金属、水分が結晶血管や素子寿命へ効くため、量があれば良い材料ではありません。この順位も確定した製作予定ではありません。限定しやすく、戦力価値の高いインジウムリン基板や化合物、高純度インジウム、半導体用リンの順に、管理対象を想定した仮説です。リン鉱石全体まで広げれば企業と食料へ影響し、政治と経済の負担が急に大きくなります。だから広い市場より、狭く識別しやすい品目の方が制度化しやすいと読むのですね。作れることノットイコール売れること。AXT は米国上場企業ですが、年次報告ではメハ基板をすべて中国で製造しています。中国国内で原料、多結晶、単結晶、基板までつなぐ垂直統合は、定時には品質とコストの強みです。しかし、海外顧客へ出す最後の門に輸出許可があります。AXT は2025年6月から欧州と日本の一部顧客向け許可を受けましたが、審査時期は予測できないと開示しています。作れる能力と海外へ販売できる供給能力は同じではありません。代替供給には再認証の時間が必要。AXT の供給リスクは3層です。製造地域が中国へ集中し、輸出判断も中国の許可へ集中し、切り替え先では顧客認証が長期化します。別の基板を買えば終わりではなく、基板評価、エピ条件の出し直し、レーザー試作、寿命試験、顧客認証が必要です。供給先の変更には数ヶ月から1年以上かかる場合があり、短期の不足をすぐ埋められません。前半は似る。しかし復旧条件も重い。供給ショックの前半は2010年前後のレアアース問題と似ます。輸出管理や通関遅延、海外出荷の減少、価格上昇、企業の在庫積み増し、政府備蓄、非中国供給への投資です。市場はまず手元在庫で耐え、その後に回収、代替、増産へ資金を向けます。ただしインジウムリンでは鉱物を確保しただけで終わらず、単結晶、研磨、顧客認証まで必要です。解除して元通り、ではなく許可制を残した分断。違いは後半です。広い数量規制を大幅に戻す形ではなく、エンドユーザー、軍民療養生、特定企業、技術、最終用途を個別審査する制度を残せます。交渉で一部の許可が再開しても、供給網が完全に元へ戻るとは限らない。非中国能力を増やしながら、中国系と非中国系の二重供給網へ進む可能性があります。これは将来シナリオです。実際の制度変更と許可実績で検証します。企業影響は規制対象で入れ替わる。この表は企業の確定業績予想ではなく、規制対象を一段ずつ上流へ動かすストレステストです。中国製基板、インジウム金属、高純度リンで影響範囲が広がる様子を見ます。矢印は前提で変わります。例えば中国製基板だけが止まるなら、非中国の住友電工や JX 金属には
代替需要の機会があります。しかしインジウム金属や高純度リンまで止まれば、原料面の逆風も受けます。企業名だけで受益、被害と決めず、どの品目が、どの国向けに、どれだけ許可されたかを確認します。制度より、許可の実績を、追うべき指標は6つです。米中合意の文言、インジウム金属の正式な対象化、AXT の許可件数、中国内外の価格差、日本企業の原料調達、高純度リンに関する新しい文言です。特に規制があるかだけでは足りません。誰に、何が、どの数量、どの期間で許可されたかを見ます。光接続の供給能力は、材料、化粧、基板、エピ、レーザー、認証、輸出許可のうち、最も弱い工程で決まります。規制案であり、正式決定ではない。2026年8月4日、ロイターは米国が中国製データセンター部品の新モデル輸入規制を検討していると報じました。現時点では正式決定ではなく、変更や撤回の可能性があります。対象企業、製造国、既存モデルの扱いも未確定です。規制が実施されれば、駆け込み調達、新型認証の停止、納期長期化、ASP 上昇、建設遅延が短期に起こり得ます。安全保障を強めても、工場と認証能力は政策だけで即座に増えません。供給網は命令だけでは増えない。非中国のレーザー、シリコンフォトニクス、EMS、完成品には機会が生まれます。一方で短期間に中国製の量産規模を置き換えるのは困難です。規制は安全保障を強める一方、米国 AI インフラのコストと建設速度を悪化させる可能性があります。中国製完成品を置き換えても、その代替品が中国のインジウムリン基板や輸出許可に依存していれば、上流のボトルネックは残ります。光の競争は、部品ではなく供給網全体で決まる。光接続の未来は立方式へ収束するのではなく、距離、電力、固守、製造ブロマリで分かれていきます。見るべき指標は、1.6T の実出荷、200G と 400G パーレーンの認証、CW インジウムリンブ止まり、ハシメントバーイン能力、そしてインジウムリン、輸出許可の実績です。名前を覚えるだけでなく、信号がどこを通り、原料からレーザーまで誰がどの工程を作り、どの許可で国境を越えるのか、その流れを追えば、AI データセンターの非ジェリ化が見えてきます。